玉木のスポーツジャーナリズムの時間です。第1回というのが第0回です。予告編になりますが、玉木のスポーツジャーナリズム、新しい番組が始まります。スポーツ文化評論家の玉木正之さんです。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。まず、新しい番組なので、まずこの新たにこの YouTube で番組を始めた理由からお聞きしたいと思いますが、いかがですか？やっぱり、私は字を書く人間ですけれども、基本的には。今のマスメディア、特にテレビ局、ラジオもそうですけれども、新聞もそうですけれども、それを見ていると、スポーツジャーナリズムが存在しない。でスポーツジャーナリズムがないことも自覚していない。要するにスポーツを扱うときはエンターテインメントばっかり、エンタメばっかりだと、これはいかんのじゃないかっていう気がずーっと昔からしていて、で、それで、ここでまた、一人で喋るのもなんだし、小崎くんが司会やってくれるって言うんで、ちょっとそれに乗せてもらって、私のスポーツジャーナリズム論、ジャーナリズムとしてのスポーツの喋り方と、それと私の友達ゲストの本当のスポーツのジャーナリズムを喋れる人たちを招いて、話がしたいなと、そういう番組作りたいなというのが、本当の気持ちですね。その気持ちからこれをやりたいっていう。その日本にそのスポーツジャーナリズムがないっていうのはよく言われますし、ジャーナリズム自体があるのかどうかっていうのも。それは問題。それはちょっと横置いといてね。怪しいところありますけど、具体的にどういうところにその、ジャーナリズム。つい最近面白かったんだけども、テレビ見ていたら、あっぱれとかさ、勝つって言ってる番組あるじゃないですか。あの番組でニュースの時に、トランプ大統領の、スポーツイベントの中での、ジェンダー問題が取り上がったのね。それでトランスジェンダーの選手は出さないというのに大統領令に署名したわけですよ。男性と女性しかいないっていう話です。そのニュースを前半でやって、コメンテーター何にもコメントせずに、さてここからはスポーツでってスポーツに入っていって、スポーツでそれを取り上げないわけ。こんなのめちゃくちゃでしょ、はっきり言うと。それ一番大きな問題で、それこそオリンピックなんかがトランスジェンダーの問題、今一番取り上げてることじゃないですか。それでもう東京オリンピックでももちろんトランスジェンダーの選手出てきたしね。それをアメリカの大統領が、それはダメだと。世の中は男と女しかいないんだって言った。これに対してスポーツ界にいる人間は、やっぱりスポーツジャーナリズムを、盾にして、そこで論戦を繰り広げなきゃダメだというのはつくづく思いましたね。それに、ほら、大谷のことなんかはもう今はもうすごいですよね。もう、開けてもくれても大谷のことが、報道されてますけれども、一体日本のスポーツ、日本のプロ野球から、こんなにメジャーリーグに選手取られていいのかと。で、つい最近は高校卒業してすぐにメジャー入った選手いたね。ついに出てきたね。もう日本のメジャーというか日本のプロ野球っていうのは完全にアメリカ大リーグのファームになったですよね。二軍ですよね、はっきり言うとね。果たしてそれでいいのかっていうようなことを聞いたことがないでしょう。これジャーナリズムとしては絶対取り上げなきゃいけない問題で、野茂英雄さんが初めてメジャーに行った頃っていうのは、アメリカのマーケットの、メジャーのマーケットと日本のメジャーのマーケットってのは、あまり金額的には変わらなかったのね。1500億円から2000億円ぐらいのことやってる。その後、今はもう、アメリカのメジャーは1兆円になってるわけですよ。だから日本は相変わらず2000億円程度なわけ。これでいいの？ 10倍の差があるっていうこと。そう。こういうのを取り上げるのはスポーツジャーナリズムのはずなんですよ。ところがスポーツジャーナリズムは全く機能してないから、誰も何も喋らないと。そうしたら俺たちが喋ろうかということで、
この YouTube を始めようということになったわけですね。まあ、まあ、オリンピックもそうですけど、オリンピックの、まあ、招致だったり、反対の動きのニュースと、スポーツのニュースを完全に分かれて、されますよね。まあ、そういうところ、まあ、問題っちゃ問題でしょう。まあ、こういう。多分ね、日本のメディアがね、自分でスポーツの中に入り込みすぎてるんだよね。だから、つい最近起きたフジテレビと、なんか女子アナと、それとタレントさんの問題、あれも似てるよね。だから、要するに、テレビ局が、歌の、権利の、歌、あれなんていうのか、歌出版の会社を持ってたりしますよね。それと同じで、それこそ、読売新聞が、読売ジャイアンツを持ってる。あるいは、箱根駅伝を共催している。で、高校野球は朝日新聞と、毎日新聞が、まあ、作ったと。主催しているという形になってますよね。そうしたらもう自分たちがやってるもんだから、ジャーナリズム批判的な精神っていうのは使えないんだよね。そこのところが一番の問題で、だから、どうしろっていうことを言われたら私はもう、簡単に一言、マスメディアはスポーツの主催者から手を引けという、要するにジャーナリズムを武器にしろと言いたい。例えば、フランスでツール・ド・フランスって有名な、ものすごく有名な、あれがありますよね。レースがね、自転車レースが。あれも夏枯れの時の、レキップの前身のロートっていう、オートグラフィー、というオートモービルだ。それの略の、新聞社が作ったんだけれども、自分たちの主催にせずに、フランス自転車協会の主催にしたわけですよ。で、自分たちはジャーナリズムとしての批判をしてるわけです。その方がマーケットは大きくなるんですよね。ところが読売新聞は自分で巨人軍を持って巨人が勝った方がマーケットが広くなるんだって嘘つけ。自分たちが儲かるだけじゃないかと。で高校野球もそうですよね。プロだかアマチュアだか分かんない。あんなのね。見せ物としては見せ物だよね。まあ、朝日新聞の地方版が売れるのは、甲子園予選会があるからですね。おまけに地方版の方とか、地方の新聞社もそれに乗っかっちゃってんだよね。そうです、ね。だから、そういう意味でスポーツジャーナリズムが全く機能しない結果、東京オリンピックの時にひどいことになったよね。あらゆるマスコミメディア、でっかいメディアが全部、組織委員会の中入っちゃったっていう。全乗りってやつですね。全乗り。こんな、なんとか、ジャーナリズムが機能していない国っていうのはないんじゃないかというね。まあそうですね。まあ、僕も玉木さんもフリーですけど、僕はフリーのスポーツジャーナリズム会というのか、日本の、AI、AJPS というところに入ってるんですけど、その協会さえも、あちら側に忖度しましたからね。そうだよね。俺あんまりそっちの方とね、付き合いがなくて生活をしていたから、ラッキーだったかもしれないんだけれども、フリーランサーも生きにくくなったよね、この頃はね。私もテレビから呼んでもらえなくなったしね。やっぱり収入としてはかなりの痛手だと思うけれども、やっぱりここで意見分けてもしゃあないからね。やっぱりここできちんとしたことを喋ろうと。だから、メディアっていうのは考えてみたら、報道と、それから批評と、その啓蒙っていう、その3つで成り立ってると私なんか思うわけですよ。報道っていうのはもう完全にストレートニュースだよね、ニュース。こういうことがあった。例えばまあ、それこそ、巨人と阪神で何対何で、どっちが勝ったって、誰が英雄だったとかいうのは報道ですよ。もう一つの批評というのがね、その批評をちょっと置いておいて、もう一つ啓蒙っていうのは何かっていうと、メディアっていうのは、情報がたくさん集まるわけですよ。だったらこういう面白いものがありますよ。こういう面白いことができますよっていうことを
発信できるはずなんですよね。普通の人以上に。だから今、例えば、小崎さん知ってるファイブボールっていう野球もどきのゲーム。ボール、新しく手で打つボールで、自分でボール持って打って、で走るっていう、なかなか面白くて、あれオリンピックのゲームにしたいっていう人もいるんだけれども、そういうことをみんなに知らせるの、これは啓蒙だよね、ある意味でね。で、野球が流行った頃、明治時代にもそれをやったわけですよ。だから啓蒙するときに、啓蒙するの、文章に書いて啓蒙するよりも見せた方が早い。自分たちが主催した方が早いっていうのが今まで続いてしまった。で、そこでその2番目に大事な批評というジャーナリズムっていうものがなくなってしまった。っていうのが今の現状で、それすら知らない人が結構今多いという。それと小崎くんなんかね、僕の本読んでくれてるからよく知ってると思うんだけれども、スポーツってそもそも民主主義だから生まれたもんだからね。民主主義でないとスポーツは生まれないで。古代ギリシャも民主主義だった。近代イギリスも民主主義だった。だから民主主義って一体何かって言ったら、反暴力だよね。要するに暴力で、相手を叩きのめして、俺が社会の支配者になるっていうやつはいけないから、選挙でそれを決めましょうとか、からあるいは議会で話し合って運営しましょうっていうのは、これは反暴力の世界。でその反暴力の世界が生まれると、殴り合いがボクシングになるし、掴み合いはレスリングになるし、それからボールの奪い合いはサッカーになって、ラグビーになって、ホッケーになって、っていうの、いろいろスポーツは民主主義でないと絶対に生まれない。柔術という人殺しの技が、柔道というスポーツになったのも、明治時代の明治天皇の五箇条のご正門があったから。で、万機公論に決すべしっていうのがあったから、話し合いでみんな決めましょうっていうからスポーツができた。そういうことを全く知らない人が、スポーツジャーナリストということを名乗ってね、いるのも多いし、テレビとかラジオでも結構多いんだよね、知らない人ってのは。そのあたりをね、変えていきたいね。ジャーナリズムといえばね、社会の朴託とか、社会の好機と呼ばれるものですし、ね、第四の権力というものですから、その、社会に対する奉仕っていうのが、スポーツジャーナリズムにはほとんどないですよね。他のジャーナリズムにもないみたいな感じするんだけどね。でも、我々はスポーツを専門にして喋ってるからスポーツで行きましょう。でも、ただ、その時にね、面白いのは、スポーツってだったら何なのかっていう時にね、もっと決して、オリンピックのような、要するに勝敗を争うようなものだけがスポーツじゃなくって、あらゆる、日常の労働的なものと違う遊びの文化。だから、もう広く言うなら音楽も彫刻も絵画も全部スポーツという言い方ができるわけですよね。だから、オリンピックなんかはね、ちゃんと芸術部門の、祭典もやってるわけで、日本のところは日本のね、スポーツジャーナリズムは全く報道しないけども、パリオリンピックなんかでも結構たくさんやってたんだよね。藤田嗣治の絵なんかやってたわけですよ。ところがそれ全然報道しないって、こういうスポーツのなんていうか、貧困さ、貧しさ、日本のスポーツあり方の貧しさってものをもっと豊かにしましょうよということを言いたいなという感じがしますね。じゃあこの番組では具体的にそういうことをいろんな人と話し合いながら、日本の未来のスポーツを考えていくという感じ。そうそう。未来のスポーツは特に考えたいですね。これから先どうなっていくのかって。オリンピックとパラリンピックはこれ、ひょっとして合体した方がいいんじゃないかとかね。もっと新しいスポーツ、例えば e スポーツのあり方っていうものを、これからどうなっていくのかって、これは絶対考えるべき問題であるし。もっと言うならば、日本のメディアがスポーツからいつ手を引いてくれるのかっていうね、いつジャーナリズムとなってくれるのかっていうところも目指してやりたいし、そういうところに進むためには、小さな一歩、小さな一歩っていうので、いつも言ってるのは、あなたドジャースという意味を知ってますかっていうのは誰にも聞いてんだよね、俺。
これ、野茂がドジャースにロサンゼルスドジャースに入った時から、テレビ局行ったり、ラジオ局行ったり、新聞社行ったりした時に、もうあらゆるスポーツ担当に聞いてるのに、あなたドジャースという意味知ってますかって、誰も知らなかったからね。まだドジャースって意味知ってる人っては出会ったことない、ね。今喋ってもいいけれども、これは内緒にしてきます。内緒ですね。こういう疑問を持って、だったらスポーツって何ですかっていうまでにつながって、だったら今の日本のスポーツってあり方がちょっとおかしいと違いますかというふうなところに行けば一番ありがたいなと思って。だから小崎さんにも協力をお願いして、私のこんなまとまらない話をうまく引き出してもらって、これからやっていきたいと思うんで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回は予告編ということで、はい、第0回、玉木のスポーツジャーナリズム。第1回、次、すぐにお送りすると思いますので、よろしくお願いします。はい、ご期待ください。